夜遊びってします？ちょっと、よく見てください。私みたいなタイプが夜遊びすると思いますか？基本お家です。そうですか。クラブとかバーとかホストクラブとかも全然行かないですか？怖いから行かないです。お家が一番です。飲みにも行かないの？たまにですね。会社の人ともほとんど行かないです。ランチは行くこともありますけど。そうですか。好きな人はどうしてもやめられないみたいなんですよね。このご時世でも。楽しくてたまらないんでしょうね。ただ、身近で感染が起きれば話は別のようです。韓国はここのところ新規感染者の大半が海外流入者となり、国内での感染拡大は収束の兆候を見せているとされています。そんな中で、日本で活躍する芸能人が感染し、その芸能人と接触した風俗店従業員が、感染が確認されたにもかかわらず出勤して多くの人と接触。風俗店来店者が500人にも達していて、最悪の場合は大規模な集団感染の震源となると韓国メディアが報じています。韓国の繁華街カンナムにある風俗店に勤務している36歳の女性は、4月2日に陽性判定を受けました。その女性は4月1日に陽性判定を受けた男性と3月26日に接触、29日から症状が出て自宅待機を実施、1日に検査を受けて2日に陽性が確定したそうです。しかし27日深夜から28日早朝までの9時間、遊興居酒屋に勤務していたことが本人から伝えられました。当初はフリーランスを自称して3月28日から4月2日まで家にいたと話していたため、こうした発表が遅れました。店舗は急遽休業して消毒を実施しましたが、この大型店舗は従業員だけで100人、陽性が確定した当日も1日で500人余りが来店したということです。この女性と同居している31歳の女性も6日に陽性であると判明しました。この女性に感染させたのが3月24日に日本から帰国したアイドルグループ、スーパーノヴァのユナク、37歳、であることが判明しました。ユナクの所属事務所関係者によると、陽性判定を受ける前に日本に行って知人に会った。風俗店には出入りしていないとのことです。ユナクは27日に症状が発生、3月31日に検査を受けて4月1日に陽性が判明し、現在入院治療中のようです。自宅待機を実施していないユナクに対しても批判が集中しました。この報道を受けて、カンナムのサロン、カラオケ、クラブなどは一斉に休業し、業界関係者によると、いつ営業再開するか約束できないということです。カンナムのクラブは7日から営業を再開するとしていましたが、突然無期限延期と表明しているようです。編集所官。韓国は今週に入って新規感染者の数が50人前後となり、感染拡大を抑えられたのではないかという見方も少しずつ出てきています。こうした状況の中で韓国が問題視しているのは海外からの帰国者です。ここのところ新規感染者の大半を占めていたこともあり、強く自宅待機を求めてきました。韓国からしてみれば、今感染が拡大傾向にある日本に行き、とは言ってもビザが発給されたわけですが、帰ってきてろくに自宅待機を守らず新たな感染者を出したとなれば、批判の格好の的でしょう。さらにそこから感染してしまった人が虚偽の報告をし、大規模な遊興店、この風俗というのがどういう風俗を指すのかはよくわかりませんが、そのお店が1週間近く営業することになってしまいました。韓国の防疫対策の根幹を揺るがす事態がいとも簡単に起きてしまったことは衝撃でしょう。これでさらに大規模感染の連鎖が始まれば、その発端となったとしてただごとでは済まないでしょう。あくまでこれは一例でしょうから、他にも同様の事例が密かに起こっているかもしれません。それを言うとキリはないわけですが、いつも言っていることですが、これには大きな負の面がある一方で、人々に恐怖を与えるという点においては別の良い意味があると思います。報道にも出ていましたが、営業を開始しようとしていたクラブが一転して延期を表明したり、いわゆるナイトクラブが一斉に営業を自粛したり、これはおそらく全国的ではないにしても、ある程度の、いやかなりの効果があったと思います。この報道が出た日の夜は、緊急事態宣言が出た夜の東京のようになったのではないでしょうか。結局多くの人は、身に迫る恐怖を突きつけられるまで実感がないということです。人も企業も政府も、企業や自治体、政府の対応の遅れが指摘されたりしますが、
やりすぎと大批判を受けてでも大胆な策を講じられる強力な権力と決断力を持ってやりきるというのは極めて難しいことなのです。とかく初期の無風にも思える段階では、なのでどの国も地域も、そして企業や個人も、何かが実際に起きて恐怖に震えてからではないと行動を起こせないというわけです。結局私たちも状況の悪化を見てからでないと行動を改められないわけです。敏感な人は海外の状況を見て変えることができますが、多くの人はそれを見て大げさだというわけです。先立っての判断は時間もありませんし、即決できる権限も法律もなかったりします。韓国は大統領権限があり、休戦状態ということもあって権力は過度とも言えるほど集中しています。米国もそうですね。大統領が多くのことをその権限によって速やかに決断できます。中国はそもそも一党独裁なので、トップがやると言えば実現できます。人権を無視して横暴なことも容易にできるのが独裁の利点です。韓国も日本と比べれば色々できますが、結局はこうして実際に起きた恐ろしい出来事が報道され、自粛レベルが高まるということです。これで連鎖的な感染が起きなければ、より強固になった韓国では収束へと加速していくかもしれません。そういう意味では東京や大阪での感染者急増が、日本の感染拡大収束への分岐点となればと思います。日本の新たな問題は地方拡散ですけど。今回の話は非常に興味深いですね。珍しいですね。普段はろくに聞きもしていないのに。そんなことはないですよ。ちゃんと耳には入れてますよ。スーッと抜けることもありますけど。コロナウイルス関連は飽きてきましたけど、それでも関心事なのでちゃんと聞くようにしているんです。感想とか言えます？やはり何か起きないと警戒しないっていうのがその通りだと思いましたね。いつも武漢や韓国のテグの集団感染が警戒感を強めたって言っていますよね。それが改めてそういうことなんだなぁと今回のこの報道を見て感じました。なんだか用意していたかのようにスムーズに出てきましたね。そっちの方が驚きです。ちゃんとした自分の感想です。今回のケースでは、あまりにも接触者が多いということで大問題になったので同業者も恐怖に駆られたようですね。韓国にとってはいいことです。ただカンナム以外の店や地域にまで波及したかは報道の限りではわかりませんが。それは実際に大勢感染者が出たら変わるんじゃないですか？そうかもしれませんね。そうであれば、結局痛い目を見るまでわからないということになりますけど。きっとそんなものだと思います。経営する側としては少しでも売り上げを上げたいでしょうから。今日は別人のようにまともですね。何かありました？自宅勤務でリラックスできるから冴えてきたのかもしれません。朝からダラダラできるので。無駄な質問をしてしまった。そういえばこのスーパーノヴァのヨナクって知っています？このグループ、前は超新星という名前だったそうですけど。なんで私に韓国のことを聞くんですか？全く知らないですけど。いや、意外と韓流アイドルだけは詳しかったりするのかなと思って。映画といくつかのドラマだけです。他は全く知りません。何か日本でも活動していたということなんですけど。音楽番組に出ていたとしても、録画して飛ばして見てるので目にも映ってないと思います。今はグループいっぱいありますからね。そういうわけで、一部の間でちょっとだけ有名かもしれないということにしておきましょう。37歳って結構年取ってますね。今のでもう終わりなんだけど、まだ引きずる？すみません。もう結構です。名前が出てくるようになりましたね。作りました。あれは1パターンではなくて各国語版があります。英語とかアラビア語とか？はい。全部で4種類です。時間かかりました？ 4 時間とかかかったのかな？発案から完成まで。今回ばかりは無駄な時間とも言えないですね。ありがとうございました。受け入れられた。作りは雑で申し訳ないですけど。なんだか面白いです。白黒っていうのは浅はかな感じを受けましたけど。浅はかっていうかな。チャンネルのコンセプトカラーがないから、とりあえず見えやすいよう白黒にしたんですよ。可愛いピンク色が良かったです。またそれか。ピンクだとギトギトにしないと白鳥が生えないんですよ。じゃあ配色のアイデアを出します。今更だけど、もしよかったらいつか採用します。あと、新しい服もお願いします。それはプロデューサーにお願いしてください。私はそれがないと書けないので。
じゃあお気に入りを選んで写真を送ります。簡単に言うけど多分そんなに簡単じゃないからね。あと、画力もそんなに期待しないでね。でもできるならそのタイミングで私も変えようっと。楽しみですね。ふふ。